今日はですね、セブン&アイホールディングスですね。セブンイレブンを運営している会社なんですけれども、今ね、セブン&アイのアイはイトーヨーカドーなんですけど、イトーヨーカドーとかの会社はですね、外資系のファンドにもう売ることがほぼ確定みたいな感じになっております。つまりコンビニエンスストアのセブンイレブンを運営する会社、実質的にはそういう風になる会社なんですけれども、こちらの方、創業家の伊藤家、十数%しか株式持ってないんですけれども、こちらの方が MBO をするという計画を発表してたんですけども、これはですね、カナダのコンビニスーパー大手のクシュタールという会社がですね、から買収のオファーを受けているから、時間延ばしのためにそういった案を出していたのかなと。本当に MBO できたらしたいなと思っていたみたいなんですけれども、例えばタイのですね、財閥でセブンイレブンのタイの FC をやってる会社だったりとか、伊藤忠商事だったりとか、そういったところにですね、声をかけて、資本的なお金を集め、銀行からも融資を受けてですね、MBO をしようとしてたんですけれども、伊藤忠商事が参画を断念したということで、伊藤忠商事、すでにですね、ファミリーマートの親会社になっておりまして、ここでセブンイレブンを、マジョリティなのか、本当2割以上とかっていう風な資本を持ってしまうとですね、独占禁止法に引っかかる可能性があると。もうセブンとファミマ合わせたコンビニのシェア7割取っちゃいますんで、それはもう確実に独禁法に触れてしまいますので、マイナー投資しかできないっていう中で、わざわざそれをやってシナジーがあるのかっていうとないよねっていうことで、参画を断念して、資本性の資金がもうこれ以上入る余地がなくなってしまったということで、これはもう断念するかなと思ったら、早々に断念という形になってまいりました。ということで、セブン&アイホールディングスにはですね、もう2つしか選択肢はもうないです。一つはクシュタールの傘下になること。買収提案を受け入れて、子会社になるという選択肢が一つと、もう一つは別のですね、例えば外資系のファンドとかにバイアウトをして、独自で経営をしていく。もうこの二つしか多分選択肢はないんですけれども、クシュタールの提案以上の提案っていうのがない限り、クシュタールの案を受け入れざるを得ない。株主、ね、本当にコーポレートガバナンスコードみたいなものが本当に普及してきて、僕らがね、フジテレビを買収しようとしてた時に比べてですね、非常に透明性がある経営を上場企業っていうのはやらなければいけないってことになってるんで、株主にとってベストな案っていうのはもう、創業家による MBO がなくなった時点で、クシュタールのオファーに乗るしかないんじゃないかなと思ってます。ただ、それはそれでアメリカのですね、独禁法的な法律に引っかかる可能性がまた出てくるので、その辺の調整等は必要になってくると思いますけれども、そういう流れでクシュタールの買収提案に乗る流れになってくるんじゃないかなというふうに想像しております。ということで、見守りたいと思います。残念ながらセブン&アイホールディングスのですね、株価は暴落してるみたいですけれども、いってらっしゃい。